日本人には伝わるけど海外の人には伝わりにくいシーン。ありがとう僕たちのために殺戮者になってくれて。進撃の巨人ではよりによって最終回で海外ファンが激怒したな。アルミンが虐殺を肯定しやがったぜとか。まあ虐殺の恩恵は普通に受けたしな。オイラが惚れたお前はヒロアカだとミネタのデクに惚れた発言も向こうで物議を醸してたね。ラブとライクの違いが難しいよね。男から男の惚れたにはリスペクトのパターンがあるからな。人間の底すらない進化を。翻訳とはちょっと違うけど中華圏でも英語圏でも特殊なるビフリとかないからこういう描写はできないらしい。このシーンもアニメの翻訳で揉めてた。これがこうなるのはさすがに漢字そのままにして下に字幕でも入れたらと思う。これとかも仮面ライダー感がある。我が名は明日かおマイネームイズ明日かってされるとなんか違うんだけど我が鬼は行部正隆なりをマイネームイズ行部正隆鬼やだと許せちゃう。マイネームイズ呪術廻戦はどうするのが正解なのか。愛、私、愛、私、愛、僕、愛、俺、諦めの字幕好き。これ海外吹き替えとかだとどうなってたんだろうね。日本語の翻訳で一番めんどいのは多分一人称だよね。英語だと僕も俺も私も我が輩も全部愛だからその辺の表現でくっそ難儀すると聞く。謙信みたいな一人称変わるキャラとかどうすんのよって話だよな。日本語の一人称って複数の情報が入ってるからな。性格、立場、性別、関係性、感情とかいろいろ一人称だけで察せられる。西尾維新作品は翻訳家が投げ出したしね。ここの部分とか見たら本当にお疲れ様ですって気持ちになったよ。ハガレンの軍がやべとかどう訳してたんだ。やばいみたいな海外で再現不可のミスリードとかはもう無理だろうね。アーロン編のルフィの当たり前だが翻訳で OK ってなってるの好き。意味はそうなんだろうけど返事が軽すぎる。スレッタ、忘れたてダジャレをスレッタフォーゲッタと訳してたのはうなった。こういう役者のセンスが光るパターン好き。ボーボボとかめちゃくちゃ翻訳の精度低いらしいな。そのせいで海外ではボーボボを半分くらいしか理解できてないらしい。半分も理解できてるってことは日本人以上の理解度だな。ヒロアカはほぼ固有名詞のあだ名のかっちゃんはともかく名前プラスちゃんのキャラは名前ちゃんと翻訳されたのにつゆちゃんと呼んでが口癖のつゆちゃんはちゃんがなかった。ニュアンス的には名字で呼ばずに名前で呼んでだから間違ってないけどさんくんちゃんの概念は難しそうだ。富信氏の翻訳も大変そうだ。鈴木くんには政治を司る新しい聖戦士をやってくれ。そんなことを言って隙を作らせるのか。そうでもあるがミスター鈴木政治家と聖戦士をやってくれ。そんなことを言って隙を作らせるのか。その通りだ。多分言葉としては正しいんだろうけど富信氏が持つ臨場感は死ぬだろうな。鬼滅の英語訳で煉獄さんが一貫して煉獄なの文化的にそうなるのはわかるけど日本人的な感覚からしたら呼び捨てで笑っちゃう。でも忍さんはなぜかミス忍なのも合わせて妙に面白い。この場合はミスター煉獄に訳してもよかったんじゃないかと思うんだけどね。すごくかっこいい。日本人ならライオスお前ほんまそういうとこやぞと思うところが英訳のクールで海外勢がこれはきっと語訳だと勘違いしたとか。クールをやばくらいのテンションで使うこともあるからマジでこれかっこいいという意味なのと驚く人がいても不思議ではない。本マライオスはそういうとこあるから。さんをつけろよデコスケ野郎とか英語でどうなってんだろうな。英語圏でも人気高い作品だけど敬語の有無による距離感表現は翻訳者を常に悩ませる。鉄夫、金田、ザッツミスター金田というパンクらしい。マジで翻訳とか大変だよな。逆に男の子がトラップって訳されたのはナイスセンスだと思う。こういう直訳じゃないのに意味の伝わる言葉は素晴らしい。性別不明のキャラに対してシーなのかヒーなのか選ぶの大変そう。主語の省略とか漫画だと付け足せば済むけどアニメの吹き替えとかセリフの長さ変わったら違和感出るし難しいもんだよな。漢字をちょうどよく略すことができんからな。爆殺王もキングエクスプロージョンキラーってなってたし。かかってこいや、シャルウィダンス。これは翻訳した方がかっこいい。バレエダンサーの衣装出し技もそれ系だから合うんだろうけどそのバレエ系のオカマが男らしい言葉遣いで挑発するのが粋みたいなシーンだからな。結局好みによるんだろうけど自分もここは洒落た言い回しより挑発も兼ねたストレートな言葉をぶつける方がらしいと思うかな。鬼滅の刃、デーモンスレイヤーはさすがにもう少し翻訳を頑張れよって気持ちになった。なんなら外国のオタクの間でも普通に鬼滅って呼んでるし。アニメファンじゃない新規層も取り入れようという計算でわざとらしいくらい分かりやすくしたんだろうな。結果として大ヒットでそんな工夫は必要だったのかも怪しくなってしまったが。
これ作中でタイトル回収があって盛り上がるやつも意訳のために伝わらないってこともあるよね。進撃の巨人が英語だとアタックオンタイタンだが、旧巨人としての進撃の巨人はザアタックタイタンになったりとか、海外のリアクションで日本語だと同じ言葉になってタイトル回収になってるやつだなって察してる反応も時々あるけど、早々のフリーレンが英語だと、フリーレンベヨンドジャーニーズエンド、フリーレン旅の終わりを超えてで、魔族から付けられた異名としての、早々のフリーレンがフリーレンダスレイヤー、殲滅者フリーレンになったり。殲滅者はなんか違うな。読解力の問題なのか翻訳の限界なのかみたいなシーンってあるよね。画像は日本人でもちょっと論争起きたやつ。これ殺さなかったから滅びたってことか、それとも殺してきたから滅びたってことか、後者だろうけど。ドラゴンボール読んでたらサイヤ人は侵略者という情報は開示されてるから後者以外ないんだよな。燃えてなんぼの黒炭に候。これとかね。燃える炭と黒炭をかけているんだろうけど文章だけじゃ海外勢には伝わらなさそうだな。でも日本人的にはボロや元凶のみを捉えてオロチにソウロイでよかったのではと思わんでもない。おでん、ニエルの石返しをやろうとしてるからね。オロチは別に燃えるイメージないし。ケテン胸骨から松真珠とか見るとマジで日本語の美しさがわかるし翻訳は絶対頭抱えるのがわかる。ワクワク動物野郎、ミスターディスカバリーチャンネルとかいう名訳。翻訳によるあれこれは海外、日本でも同様ではある。スカイリムとか違和感どころか娯楽パラダイスで世界観への没入をことごとく邪魔してくるし。ハリポタの日本語訳は子供ながらに変だなと思って読んでたわ。鬼滅の刃の水の呼吸とかの名前も意味自体は合ってるけどなんかこう情緒がないなって思っちゃう。逆に英語の映画の日本語字幕が名前はトビー、B は2つ、それとも1つ、どっちってなってる場面で海外の方が笑ってて不思議に思ったらその質問が To be or not to be? That is the question。シェイクスピアの生きるべきか死ぬべきかそれが問題だのパロディになってたって話が面白くて好き。海外作品はシェイクスピアのパロや引用は本当に多いらしいな。日本人も海外の作品を本当のニュアンスがわからないので 100% 楽しめてない。さっき出てたハリーポッターとかかなり意訳されてしまってるし。不思議の国のアリスなんかもそうだってね。向こうのダジャレ、言葉遊びでいっぱい。このシーンに関しては最近マジで日本人でも理解できてないやつが増えてきてるのが恐ろしい。前はあくまでもネタだったのに。英語が分かったら向こうの作品ももっと面白く読めるんだろうな。難解な翻訳、他にもたくさんの翻訳例をまとめた動画も非常に好評です。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。